皆さんは里親って知っていますか？こちらの夫婦は里親、子供は里子です。スティーブです。アメリカのシアトルから来ました。今日本で子育てをしています。こちらは妻です。妻のミクです。里親になって半年くらいが経ちます。2人の大事な成長記録。そこにはこんな喜びの文字。日々の成長を見ることができて、それに寄り添ってとても楽しいね。そう仕事から帰ってきていつもすごい笑顔見せてくれるので、自分も嬉しくなる。そこにはたくさんの幸せがありました。私たちには実母がいないから親になれたこと一番いいのは私たちを親にしてくれたっていうことかな。里子たちがいなかったら寂しい人生だったんじゃないかな。それなりにはあると思うんですけど、やっぱり奥行きというか、行動半径というか考え方というか、そういうのが広まるというか、そういうところが里親としてのとてもプラスになって人生においても豊かになっていると思うんですよね。最初は本当に不安でしかなかったので、最初のね半年や1年ぐらいはもうただがむしゃらに頑張るしかないっていう感じはあったんですけど、今はすごく楽しいですし、毎日なんかあったかい気持ちになることも多いですし、里親になってよかったなっていうのはすごく感じています。子どもたちの未来のためにぜひ知ってほしいことがあるんです。今、日本全国には虐待や保護者の病気、経済的な理由などさまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。そんな子どもたちを公的な責任のもと社会全体で養育していくことを社会的養護と言います。ここ札幌市では子どもたちのおよそ7割が施設に、そしておよそ3割の子どもたちが里親に迎えられて日々の生活を送っています。里親には主に4つの種類がありますが、中でも養育里親は子どもが自立する、または家族の元に戻るまでの一定期間、親の代わりとなって共に暮らし、子どもたちを育てるというものです。先ほど話してくれた皆さんも養育里親です。では、子どもにとって大切な環境とは何なのでしょうか。これまで多くの子どもたちを見てきた児童養護施設、光翔学園の畑施設長が教えてくれました。さまざまな事情で、お家で、暮らすことができなくなってしまった子どもたちにとって、次暮らす場所はどんな場所なんだろうか、それはすごく不安だったり心配だったりすると思うんです。でその時に、受け入れ先が今までの生活の場所と同じような場所だったら、子どもたちはより安心や安全や、寂しさを紛らわすことができるんじゃないかと思います。そういう意味において家庭的な養育環境が整っているということは、とても大事なことだと思っています。里子にとって安心安全な新しい暮らし、そこには里親になるきっかけ、そして里親の家族、たくさんの人たちのさまざまな思いがあるのです。子供が結婚して当時16年目ぐらいだったんですが、ずっとできなかったんですね。
多分夫婦として2人でいることが未熟って言ったら変なんですけど、なかなかやっぱり子育てをしている夫婦よりはちょっとそこまで夫婦の力がないのかなっていうことを考える時が一時ありまして、でそういうのもいろいろ考えると子育てをしてみたいなっていうのは思いました。そして里子がやってきました。その子は言葉が最初あんまり出ない子だったので、あとは癇癪を起こしても常に受け止めるっていう姿勢でこっちは対応しようと思っていたので、だんだんそうするとどんどん顔が柔らかくなってきたんですね。その時はちょっとずつ心を開いてくれたのかなって思うようにはなったので、そういう時にすごく嬉しさを感じました。そしてこちらの里親さん、きっかけはやっぱり小さい子供を持つお母さん方もやっぱり何人かいらっしゃって、でその方々はやっぱりみんなが自分の命はもう仕方ないって、でも子供を残して死ねないっていうのをずっと何人もおっしゃってたんですよね。やっぱりそういう、子供を持つお母さん方に例えば安心して子供を託せるような人がいたら、そういうお母さん方を支えたいと思ったのがまず里親になろうと思ったきっかけでした。そうして里親になり、現在2人目の里子を迎えているそうです。今いる子はちょっといろいろ場所を転々としたのもあって、大人に対してすごくなんていうか敵意を持ったっていうか、睨みつけるような視線で見る子だったんですよね。私もその時にはもう、里親さんする時には仕事も辞めてたので、すごく時間が上の2人の子育てに比べると時間がすごくあったので、1歳だったので一緒に散歩に行ったりとか、ゆっくりどっかを見たりとか公園に行ったりっていうのがちょっとゆっくりできる時間もあったんです。なのでそういうのでちょっと私もゆっくりできたっていうのもあったりとかして、毎日いろいろ過ごしていくうちにだんだん笑ってくれるようになったりとか、今とかはもうみんな自分のことが大好きで愛されることが当たり前な子になってくれてたんですよね。それが良かったなって思いました。そして里子とともに里親自身にも変化があるようです。実子の子育てをしている時にはないような難しい問題とかも起こるかもしれないですけど、でもいろんなそういう里子に関わることを通して本当にたくさんのことを教えられますし、実子からもお母ちゃんは里子が来てからの方が優しくなったって言われて、実子にとっても良かったと思っています。実際に里子から手紙をもらったりして、里子にどんな風に思われてるのかなって心配してる気持ちもあったんですけれども、私の話していることが言葉が彼女の心に届いてるんだなって分かって安心しました。里子の成長とともに里親にも幸せの実感が訪れます。ある手紙が大切に残されていました。うちに来たことで成績がどんどん上がりまして、進学がより具体的になってきまして、ダメかもしれないけど受けてみたいっていう学校を受け、そこに合格して、それでもう意気揚々と出て行ったんですが、その後に部屋に置いてあった手紙なんですが、私はここで人生が変わったって、本当に良かったっていう一文を読んだ時に、目に見える成果をもらったような気がして、とても嬉しかったですよね。やっぱりうちに来たことでその後の人生が変わった、いい方に変わったって言ってもらえたっていうのは、やっぱりちょっとグッとくるものがありました。こちらの里親さんは自宅での学習エピソードを教えてくれました。ある時の里子なんですけども、しゃべるトレーニングと、それから暗記暗唱、記憶力の暗記ですね、そちらの方が大事だと思いまして、そのういろうりのセリフを
拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがというセリフなんですが、私は途中でちょっとできなくなっちゃったんですけど、もう最後まで5、6分やり遂げまして、その時はもうすごく私も嬉しかったですし、子どもも充実感があって一つの何かを成し得たと、自分はやればできるんだっていう自信につながったと思うんですね。ですから子どものやりたいっていうことを見つけて一緒に挑戦していくっていうことがとても重要なことかなと思いました。そして里子と共に育った2代目の里親さん、家庭内の問題解決についてこんな話を。話し合いですね。ひたすら話し合いをみんなでします。主人も含めて必要な時はおじいちゃんおばあちゃんも含めて家庭を提供するっていうことになるので、すごく家族力が試されるんですよね。里母の立場ってやっぱりすごく非常重いと思うんですよね。なんですけどやっぱり一人で全部ができるかって言ったらそうではないので、必ず家族の協力が必要になってきます。だからやっぱり家族にここはやってほしいということを本当に伝えて、でその後は必ずありがとうですね感謝の気持ち伝えてますね。そういうことがすごく大事になってくると思います。里子の周りには里親がいて、その家族がいる。そんな温かい関係を支えるために、さらに社会全体にはたくさんの支援の輪があるのです。では改めて、子育てとは何だと思いますか？子育て楽しみいろんなことがそれを全部やってくれる、こんなこともあるんだ、あんなこともあるんだっていう楽しみ、苦しみ、それを与えてくれた、それが子育てかな。やっぱり愛情じゃないかと思うんですけどね。はい、子どもたちに幸せになってほしいなっていう、いてよかったって、今はいろいろあっても本当にそれぞれがいいし、今私たちにとってもすごく今いるっていうことも大切だな。やっぱりたくさんの子どもたちとの思い出とか経験とか、そういう積み重ねの方がすごく喜びとしては大きいかなと思います。やってよかったです。すごく楽しいですし、すごく、やりがいもあるっていうか、私自身が楽しいし、家族もうちの場合はいい方向って言ったら変ですけれども、すごく癒されてます。いい